西安には長い間来たいと思っていた。古の都、長安の現代の姿はどうなのか。行く前はまるで想像がつかなかった。来てみると、ここは中国でも有数の保存状態の城壁を誇る、庶民の暮らしに活気がある、そして観光疲れがする街だった。観光地が多すぎるのだ。イスラム寺院が入場料を取るというのも中国で初めて経験したことであった。そこの人は英語を使って客引きもする。それもこれまで中国の少なくはない観光地を回ってきた私にとっても新鮮なことだった。私はすでに今回の旅も4都市目だったので疲れが見え始めていたが、やはりなるべく多くの場所を回ろうと努力した。兵馬俑も行った。城壁で自転車も乗った。博物館も回った。しかし一番楽しかったのは朝市や最後の晩のビールかもしれない。撮っていて一番満足感を感じたこの麺打ちも忘れてはならない。それでは西安駅に着いてから旅の終わりまで時系列順に辿ってみよう。ちょっと薄暗い中に入ってくんですけど、どこに行くんだ？こっち？こっちっぽいです。周園里民宿っていうところですね。ということでね、皆さん無事宿に着きました。民宿ですね。ここの観光地っぽい周園里っていう通りにある民宿です。もう場所がすごい良くてね。で、値段も3泊でね、ちょっと調べさせてください。3泊するんですけど、値段は3泊で482元なんで、3泊で約1万円ぐらい。まあ安いですね。で、民宿なんでね、すごいホテルみたいなサービスはそういうのは期待できないし、でちょっとご覧のように中庭に面してて、中庭は上ガラスで最高光を取れるようになってるっていう、そういう中庭でそっちに面してるんでね、多分結構音とかはねうるさいと思うんですけど、隣の部屋の音とかね、そういうのは聞こえてくると思うんですけど、幸いね、あっち側にもまだ窓があるし明るいんでいいんじゃないですか。チケット買ったんで30元入っていきましょう。こうは別料金でね登れるんだけど、この感じから見たらね、別になんか多分内部の展示があるだけだろうし、外そんなに綺麗に見れないだろうからやめとこう。少し解説でも入れますか。この大雁塔っていうのはね、とても有名なお寺なんですけど、大慈恩寺っていう、日本語だったら大慈恩寺か読み方わかんないですけど、大きな慈しみ恩の寺っていう、その寺の中にありましてですね、652年ですね、西遊記の玄奘ですよね。西遊記の玄奘さんが天竺からねシルクロードを取って、それで当時の長安にそのお経をね持って帰ってきたと。それで記念してみたいな感じかな、ここに保存するためにみたいな感じか、この大雁塔というのを建てたという、そういう話でございますね。西瓜汁、燕窝断甲，还有文创冰淇淋、点心西瓜、竹筒冰淇淋、手工冰粉、冰。这个橙这个还可以，你看。美食悠悠好还有
でこの辺りはね、もう今ちょっと映像でお見せしてるようにモスクが集まってて、あれだけじゃなくてね、いろいろ集まってて、でホイミンジエってイスラム通りみたいなね、ムスリム通りっていうそういう感じに言われてるんだと思いますね。夕食探して歩いてるんですけど、なんかねあんまりそそられないんだよな。どこもヨーロッパモとかね、あとなんや、ハラール系のいろんな、焼肉串系とかね、そういうのいろいろあるんだけど、ビアンミャンとかね、いろいろあるんだけど、なんかで店先でね思いっきり見せるようにしてるんだけど、作ってる場面なんかね、なんかそそられないんだよな。おじいちゃんが売ってためぐい顔バラのケーキ。いただきます。なんかすごい結構ローカルな場所見つけたんで、よかったよかった。ビャンビャンビャン。臊子ビャンビャンビャン。ご覧のように麺その場で作ってね。めっちゃバンバンやるんですよ。バン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 ってすごい迫力なんで、バンバンバンってやってこうやって伸ばして。お腹いっぱいになったんでね、ジョンロー行って夜景を見て今日の締めとしましょう。もうずっとこういう感じでずっとね、こうやってもういくつもこうなったりこうなったりね、道がこういう道がずっとつながってるんだよね。あれが西安のランドマークですね。ジョンロー。日本語だと何？中ロとかわからないです。さすがに光り輝いてますね。みんな人がたくさん、交通量も激しい。海園シャンチャンというところ、上からねここのジョンローのねが上から見下ろせるっていう話
をなんかちらっとね耳にしたようなそんな感じだったので来たんですけど、でもいやここなのかな、どうなんだろう、ここかそれとも屋上から見れたはずなのかな。这在慢慢呀，哎，10块一杯10块一杯切的啊，来一杯。おはようございます。今日はね珍しく早起きをして今6時半ぐらい、6時半過ぎ40分ぐらいかな、このドンサンメンサオシーというね朝市にやってまいりました。哎，这个炸的是什么东西？有韭菜、牛肉、茴香、酸菜，看你要啥的。牛肉的这是牛肉，啊，这是这韭菜，韭菜，那个这茴香的茴香的。啊。グラタン。でこの揚げてるやつですね。真的，不许所有，真的啊，咱个鲜味绝效。鱼皮，我在这里挣你8块8，1块钱一斤，保质量。你当场切开，现场制作。我这，好，谢谢。在地下的，看这个，还2个一年，2个呀3块钱一斤。这个特效脚气药、脚臭药，高价回收旧手机。你这个3557，你心里也很清楚。3557，东西能不能找那个3557，你也很清楚。这啥？这是？茉莉豆浆有热的饼啊！茉莉豆浆这会儿咱们看啊。茉莉豆浆有热的饼啊！这2个要吗？这2个啊，对啊。茉莉豆浆有热的饼的啊！这个你们都自己做的吗？对，都自己做。啊，很厉害。茉莉豆浆有热的饼的啊！这会儿咱们看啊。あ、他にもロージャーモーと西安のケーキ買いました。まだ読み方調べてなかった。やっぱ平和よ、ちょっと行きたくなったんでここで聞いてみようか。直通バスが出ててそれが一番便利らしいです。この場所でバス待ちです。20分ぐらいですね。たった今行っちゃったみたいなんでかなり待ったけどやっと来ましたよ。我们大部分朋友呢都是从だいたい1時間だったんですけど、ほぼバスガイドさんがねずっと喋ってましたね。大エンターとかね、そういうジョンローとかあれ登る必要ないよ、中宝物何もないからとかそういう話から始まって中入ってきました。めちゃめちゃ広いよね多分ね。あそこでなんかバスに乗せてってくれるみたいだけど、あれもまた別売りのチケットみたいなね。歩いて行けるでしょ。歩いて行こうよ。こうやってね歩いて行ってます。ご覧のような光景ですね。辺りはこんなとこ映してどうすんのみたいな感じですけど、来てね何を目にするかって言ったらこんな光景です。1号2号3号とね、そういう穴というかその発掘スポットがあって、でまだね発掘中みたいな、調査中もしくは修理中ってそういう感じでの札が案内書きがあったりとかして、これからもいろんな発見がされていくんだろうなと思うと興味深いですね。やっぱり歴史のね本当に昔々ねここにあったっていうのが本当に
伝わってくる。西安といえばね、西安といえば兵馬俑ということでね、誰もが知ってる外せないスポットであることはまあ十分分かりすぎるぐらい分かってたんですけど、それだけにね、なんかまあ別にそんなみんな行くところだし、別に行かなくてもいいかなみたいな、めんどくさいかなみたいなちょっと思ってた、そういうふうにちょっと思ってたんですけど、やっぱりね来てよかったですね。なんだかんだみんなが行くところにはね、やっぱり理由があるわけですね。やっぱり迫力があるし、まあ兵隊たちの顔とかね、姿勢が全部違うっていうのもやっぱ見てやっぱそうなんだっていう実感が湧くものもありますし、で実際まあかなり遠くってね見えなかったりするんですけど、結局だからカメラでねズームレンズとか持ってって、でそういう方がいい、それかもう望遠鏡でも持ってくるみたいなね、そっちの方が特に1号こうかな、あれ読み方日本語、それだったらかなり遠いんでね。你好，我给咱加点水。あ、そうそう。メンパーバーシャンサイっていうそういう名前のレストランに来ています。でここは写真映えがするインテリアで写真映えがする食べ物を売りにしてる。でここのまあ、シャンシーツァイシャンシーションっていうこういう日本語の読み方、ショーンの読み方忘れたけどそういう、まあ、西安があるショーですね。ショーの料理のお店です。鶏肉いただいてみようか。おお、一人でこれ食べるの丸一羽なんだけど、まず何もつけずに食べてみたんですけど、衣がサクサクでなんかかけてる小麦粉かなんかでだいぶ衣を作ってるんだね。で中の鶏肉がすごい柔らかくて、まあありていな言い方だとジューシーですね。まあ唐辛子だね。それからねこのお酒も頼んでます。チユタオ花城みたいな、沈む魚タオ花でも戦いになってますね。ごちそうさまでした。なんとか食べきりましたよ。今7時半ぐらいでね、日の入りが7時58分とかもう8時ぐらいなんでね、ちょうどいい時間なんで、チョンチャン城壁ですね、そこがもう目と鼻の先なんでね、そこに向かって歩いています。登ってきました。曇ってる。なんていう残念な天気なんでしょう。あんなに暑かったからもう当然のように晴れてると思って夕日見れると思ったら曇ってるじゃん。在外面啊。全部留在那里。とにかく映えますね。向こうが門で門ですね。こんにちは。もうお昼です。もうさすがに疲れてたんでね、ゆっくり寝てで昼に起きてで今ブラブラしてるんですけど、目的地があって今日ね博物館予約してるんで博物館に行くんですけど、そこに来るまでの間の道でちょっと市場とねそういうごちゃごちゃした通りを見つけたんで、まあ、ちょっと撮影してました。西安博物院シャオエンタっていう
この間見たのはねダーエンターっていう場所だったんですけど、ここは小さいでも結構でかいね見てると。ちなみにこのシャオエンターは東大ですね。東大の707年から710年の間に建てられたそうです。西安博物院、中国の博物館の大きさから言ったらまあ小さめから中ぐらいっていう感じの博物館で、展示もねすごいたくさんあるっていう感じでもなかったですね。でまあ3層あってね、地下1階1階2階ってなってて、1階の展示の見どころとしては仏教芸術仏像関係で、地下1階は西安のね歴史とまあ東大とかのそういう西方の人の人形とか。可以去碑林博物馆吗？碑林去吗？对，几个人一个人，他的门口15块钱。15块钱啊，好，直接给送门口了。嗯，可以，好好。上吧。好了，这就是碑林博物馆。好。皆さんというわけで三輪車に乗って電動三輪車に乗って次の目的地にやってまいりました。碑林博物館ですね。碑林って石碑って石のそういうね文字が刻まれたそういう碑ですか、日本語だったら。その石のね文字が刻まれた碑がたくさん林立してるっていうことで、そういう博物館です。85元、高いですそういう古い感じの建物に入ってるそういう石碑と、あと新館があってねモダンな建物の中にねまた石碑がたくさんね保存されてて、すごい敷地も結構広くって、これ確かに85元の価値はあるなっていう感じですね。でまた別に芸術館っていうのもね併設されてて、そこはもっと碑文というよりはイメージ動物とか、狩りをしてる絵とかね、いろいろそういうもののイメージを刻んだそういう、あと普通に彫刻ですね、動物の彫刻とかね。で今ここに座ってねちょっと休憩中なんですけど、すっごい暑い。何度か調べてみよう。42度42度。このチョンチャンにやってきたんですけど、別のもんでね、でももう一回登ってきた目的はこの自転車に乗るためです。这不舒服。你要那个宽座，给你拿个宽座的，你接不住，自己挑吧。调不了啊？调不了，最长。昨日もこの城門に登ってきたんですけど、今日は別の門にやってきて、なんでかっていうと自転車に乗るためです。ここ城壁登るためでね50元ぐらいかかってるから、50元ぐらいかかってるんで2日で100元なんだけど、プラスこの自転車代で、この自転車45元かな、30分じゃない300分、3時間で45元。3時間もこんなん乗りたくないよね。すごいね乗り心地。今他の人がねこれなんか乗り心地悪いから変えたいとか言ってたんだけど、確かにね納得というか、どれ選んでも多分乗り心地悪いと思うんだよね。しかも高さ変えれないみたいなこと言ってたんで、確かね。おお、全然人いないじゃん。わイエーイ。人めっちゃいないよ。これ見えますか、この人のいなさ。2人乗りもあるんだよね。2人乗り、あれ2人乗りとか結構乗り心地どうなんだろうね。で今日西安3日目、です。これが最後の日です。最後の日にやりたかったこと全部やっときたいけど、できないかも、あれ見れないかも。
あれ見たいと思ってたんだ。ピーン C ってやつ。昨日のね4人目のところに着きまして、ここで1回降りてね、先にまた自転車向こう側でねもらって進むか、ここで歩行者エリアになるんで1回ね自転車預けて向こうでもう1回引き取ってって感じになるか、それとももうここで降りるかって感じですね。僕はまだまだ全然時間あるけど、僕ここで降ります。晩ご飯探してねうろついてるんですけど、ここら辺各国料理の店がね集まってるみたいなんで、このちょっとカレー屋が気になってね、ジンロンガーリー東京って書いてあるね。入ってみようか。いただきます。ごちそうさまでした。ここら辺他にもね日本料理の店とかいろいろ韓国料理とかねタイ料理とか集まってるみたいですね。でカレーね美味しかったです。日本のちょっとこだわったカレーのお店みたいな、そういう感じの味でした。店主は日本人なの中国人なのって聞いたら中国人らしいです。10番目の IPA 全部ここのお店のビールだって、ここの地で作ってるビール。さっきのよりねもうちょっと濃くってね、15番っていう番号ですね。この店さっきはねちょっと中でお酒飲みに入ってきたおじさんたちが外のレストランでなんか頼んでこっちに運ばせてるっていう、なんかここでは食べ物出してないからそういう話らしいですね。こういうとこ中国らしいですよね。気にしないもんねそれ普通はね外部の飲食物ってお断りするけど、ありきたりなことしか言えない。フルーティー、ちょっと海苔っぽいような香り。 IPA だからね。確かに濃くなってる。最初からどんどん濃くなってる。これが一番苦いって言ってたね。でも苦くはないのそんな。China shop， 谢谢。你自己喜欢是哪个？那是哪个吗？一号。小麦啊。这比例是小麦。焦糖的味道，因为里边加了水晶麦芽去酿这个酒。但不算是黑啤吗？不是黑啤。不是黑啤。大麦酒。黑啤喝过吗？我喝过黑啤，对。你喜欢喝黑啤吗？还可以吧。还得尝。就我们家最经典的那种咖啡牛奶世涛。咖啡牛奶。对，因为它里面的它的那个豆子是炒过的，所以它有一股咖啡味道，并不是说里面加了咖啡豆。然后黑啤还有花生味道的黑啤，然后还有一款香蕉味道的黑啤。你们酿造师是哪里学那个酿造的？我们老板他自个儿去国外。去国外，欧洲的。对，去欧洲自个儿学完之后回来就开的店。因为他说他喜欢这东西，所以他才开。好。然后这边所有的原材料都是进口的。都是外国进口的麦芽呀什么的，全都是外国进口的。所以它的品质就是不会差。然后你喝再多，第二天你也不会头疼。干嘛？精酿就这种，有一些打着精酿的牌子，就是说我这精酿，但是喝完之后第二天该吐的吐，頭疼。这个。但我们这酒没问题。没问题啊，不会头疼。最後の一杯、これ4杯目。APA ですね。一番度数が濃い 9.7% ですね。これいただきます。すごいなんか琥珀色ですね。琥珀色。ちょっと酸っぱい。さくらんぼみたい。さくらんぼっぽい感じの味。
皆さん周園門っていう宿のあるところに戻ってきました。ここ、今日もね相変わらずすごい賑やかですね。で今回3泊4日のね西安の旅いかがだったでしょうか。大したことがねできなかったようで、いろいろ個人的には頑張って観光しました。で明日はインチュアンに行きます。銀川っていう場所です。銀の川ですね。寧夏ですね。寧夏ですかね、日本語だったら。そういうところに行きます。初めて寧夏に行きます。楽しみです。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。你今年多少岁啊？40年。什么？40年的3岁。啊。